うするこの土地。昭和ジギ道場 R をご覧の皆さん、グラシアスです。メジャークラフトの広瀬マンこと広瀬達樹です。このね昭和ジギ道場 R、一般的には昭和ジギングと言われてますけれども、もう僕の昭和ジギングは基本的にはハードでガチなものではありません。どちらかというともう皆様が楽しんでいただけるような形のお気楽楽しめる昭和ジギングをぜひねこの昭和ジギ R でご覧になっていただきたいなと思います。で今回ぜひご覧になっていただきたいのが、昭和ジギングってすごくハードで疲れるってイメージありません？ありますよね。今回は新しい世界観の昭和ジギングをぜひ皆さんにご覧になっていただきたいなと思います。もちろん皆さんがオクパードなのは分かりますよ。そしてカンサードなのも分かります。でも考えてみてください。この新しい世界観の昭和ジギング、考える時間が一番楽しいですから、新しい世界観の昭和ジギング一体何なのか、それはこれからです。もちろん森谷編集長、もちろんトランキーロ、そうトランキーロ、あっせんなようですね。いやー森谷編集長正解しましたので、ここは一つご褒美を差し上げたいなと思います。もちろんそのご褒美とはデスティーノロースインゴブレナブレスデメジャークラグラシアス。クロステージの CRX の902の LSJ ですね。でリールが EMMS の3012、弾丸ブレードの1号、リーダーが30本のですね。ジグパラの TG の 32g。 大物が狙えるのか、根魚が食ってくるのか、それ以外の魚が食ってくるのか、今のところは全く何の情報もないですね。今日ね割と天気も良くて日和はいいと思うんですよ。そんな時にこの言葉を思い出してほしいんです。日和良ければ釣果なし。さあ果たして今日のような日和のいい日に釣果は出るんでしょうか。これはちょっと最後まで目が離せないですね。巻くだけ TG 巻くだけで泳いでくれるんでね、これでボトムから表層までどこのレンジで何の魚がかかるのか。よっしゃ食った。よっしゃ食ったよね。巻くだけ。魚が正体はちょっと分からんけど旗っぽいような感じもする。なかなかのファイターですね。魚の正体は何かな。
1匹目タイやね。マダイ。よいしょ。もう今やショアマダイ、これは狙って釣れるターゲットです。今見てもらったと思うんですけども、巻くだけなんですよ。でアクションさせないで、マダイね、やっぱりスローに誘ってやっても食うのは食うんですけれども、平らばされてる方ご存知だと思うんですけども、一定の速度で巻くものに対して非常に反応がいいんですね、マダイって。それをねずっと考えてて、僕もこのジグパラ TG ってゆっくり巻くだけで綺麗にウォブリングしてくれるんで、最近はこう巻くだけのショアジギング、それをね結構やってます。でそうすると青物はもちろんそうなんですけど、マダイとかね、イサキとかそういうハタとか、なかなかそのしゃくるだけのジギングで反応しなかった魚がかなりの高確率で食ってきます。その中の代表的な魚がこのやっぱりマダイで、その時の肝はゆっくり巻くか早く巻くか、その等速巻きなんですけれども、リトリーブスピード、これが非常に重要になってきますので、ぜひ巻くだけお気楽簡単なショアジギング、これでマダイを狙ってください。あ、なんか泳いでるぞこれ。今下にこれベイトがちょっとたまり始めたな。ちょっとベイトっけ出てきた。おっしゃ、食った。よっしゃー。やっぱりベイトの気配出てきたら食いますね。これはよいしょ、定番のガシラくん。これはねもう手前ですね。で堤防の、足元周りって大体基礎が入ってるんで、そういったところも根魚のポイントになりますね。ベイトが動き始めるとその下にいるね、根魚なんかもやっぱり活性が上がって食ってきますね。これも TG はやっぱりいい仕事してくれますね。巻くだけです。結構なスピードで巻いてます。全然これぐらいの速度でも魚にとったらそれほどの速さではないですからね。当たった。追い食いした。うわ抜けた。追い食いした。もう一回当たった。何匹かおるなこれ。よっしゃ、食った。群れでいてますねこれ。群れに当たった。追い食いパターン。さあ何の群れなんかなこれ。何匹か群れでいてるね。モンツキイサヒ。よいしょ。これモンツキイサギ、笛吹き台系の魚ですね。結構ね、ジグでもこれよく釣れます。丸飲みばっくりで、完全にね、これ何匹かいてて1回バレたけれども、多分違う魚がこれ反応してますね。ああやってシャクル釣りだとどうしても擦れてしまいがちなんですけれども、リトリーブの釣りだと擦れにくいっていうのメリットがあるんで、周りにいる魚がまたそれに反応して食ってくるっていう、追い食いしてくるケースが非常に高いです。これもねなかなかパワフルな魚で、しかも非常に美味、美味しい魚です。
ショアジギングのねターゲットとしてはなかなかね珍しい魚だと思いますけれども、非常に、ルアーへの反応がいい魚です。でかけたらもうゴリ巻きですね。この魚非常に力強いんで目に入っていきますんで、はい、美味しい魚はぜひね美味しくいただきましょう。それもショアジギングの魅力です。でこれ一撃スティックで一発で締めます。ここの部分を一撃スティックで一撃ですね。であとはこのエラのところを傷を入れてやると血が出ますんで、バッカンなりのね、水の中にしばらく入れてやると血がしっかり抜けて美味しくいただけますんで、ぜひ一撃スティックで一撃で締めてあげてください。さっきの笛鯛も相当中層やったもんね。だいぶ手前の方の中層ってショアジギングで尺って狙うのは非常に難しい。一瞬で通り過ぎちゃうから、やっぱりしゃくるだけじゃないんですね、ショアジギングは。巻くだけですよこれ。奥さんこれ巻くだけですよ。巻くだけで本当に釣れちゃうんですよこれ。もうショアジギング磯からガチでやってる人、ショアジギングをそんなに敷居を下げるんじゃない。でもここのショアジギ道場は敷居はゼロですね。奥さんでもできるショアジギング、それがここのショアジギ道場ですんで、ぜひね熟女のね方もこのショアジギ道場に練習生として入門お待ちしております。もうオープニング取った時点で8割の仕事はやり終えてますからね。怒られるまでやりますよこれ。謝りに行きます。デスティーノ受けに行きますよでもねライガーさんというね心強い味方がいますからね。おいベルトをね放り投げるなんてね考えられないよ。だったらね返上せえよ。おいふざけんなよ、ベルト投げるもんじゃないよってよく怒ってる。だからね怒られた時はもうライガーさんに泣きつくこの巻くだけショアジギングねいい点があるんですよ。それはねルアーがほとんどなくならない。もう着底の合図さえ見逃さなければほとんど根がかりってないですね。ただ着底を見逃すとやっぱりねかかっちゃいますけどね。着底の合図を見落とさないコツっていうのはもうこのラインにはねラインを常に見とくことで、ラインがずっと入ってる間はジグが沈んでるんで、でこのフォールさせている時でこの時もずっとラインを見とく。でラインがスーッと入ってる間はジグが落ちてる。でこのトーンと着底した時には糸がふっと吹けるんで、それを今ですねこれを見落とさなければしっかりとボトムは取れます。しゃくらないショアジギング非常に体力の消耗も少ないんで本当誰でも楽しめますけれども、もちろんしゃくってもいいんです。しゃくった方が反応のいい魚もやっぱりいますからね。でしゃくるにしてもシャニムにねがむしゃらにすごいスピードでしゃくらなくてもいいです。割とゆっくりしたリズムでしゃくってもいろんな魚食います。もうこれぐらいでも青物食いますんで、今日の場合明らかにこれ巻きの方に反応がいい。これ巻いて釣るってどんなルアーでもいいかっていうとそうじゃなくて、やっぱりね巻いただけでちゃんと泳いでくれる、ウォーブリングしてくれる、そのスイミングに対応したメタルジグでやらないとあまりいい釣果には恵まれないです。さあ今のところ3目
4目目は何なのか。もちろんその答えはトランキーロ、あっせんなよですね。TG でのチェック終了。ひとしきり TG でチェックを終えました。でね、ベイトの反応もなしで、巻いてもしゃくってもそれほど当たらない、そういった時はスロー、ジグパラのスローで今度やってみます。ちょっと作戦変更ですね。今回の使用タックルはこの2本ですね。まずはこちらの方、これがね、ジグパラスローの 30g ですね。これをメインで使ってるロッドが、N1 の NSS962MSRJ ですね。SRJ っていうのは、ショアラバージギングの略なんですけれども、ショアラバージギングとショアスロージギングの両方が楽しめるっていう、コンセプトのロッドです。で 962M が比較的ベーシックなモデルで、ML とかね MH とか硬いモデル、柔らかいモデルありますので、使うジグの重さに合わせて選んでもらえるといいと思います。で、特徴としては、ティップが柔らかいっていうことと、もう一つリアグリップが短い。でこれ9フィート6インチなんですね。でこっちが90、9フィートです。で全長としてはこっちの方が、短いです。でもリアグリップだけに関して言うと、こっちの 962M ショアスローのロッドの方が、リアは短いです。これは取り回しの良さですね。ショアジギングみたいに完全に脇にホールドしてしゃくるっていう釣りだけじゃなくって、ショアラバーのようにこう巻くような感じの釣り、巻くような釣りの場合、割とこう柔軟に取り回しの良さっていうのも求められます。でそのあたりのね、取り回しの良さを考慮してこの長さにセッティングしました。でティップが柔らかさっていうのは、これバラシの少なさでオートマチックなフッキング、そのあたりと、着底を把握しやすいという、コンセプトです。でリールの方がルビアスの 3012H ですね。で3000万ぐらいのリールでいいと思います。でラインが、弾丸ブレードの1号、もしくは1号前後08から 1.2 ぐらい、そのあたりでいいと思います。でリーダーが20ポンドから30ポンドですね。このロットでだいたいこの、ジグパラスローの、30g、40g あたりが一番、ベストマッチで使えると思いますので、ぜひね、ショアスロージギングとあとショアラバージギングと両方楽しんでください。もう一本、こちらもベーシックなモデルになりますね。クロステージですね。3代目クロステージにいよいよショアジギングモデル登場しました。その中でも僕が愛用しているのが LSJ ライトショアジギングモデルですね。902の LSJ です。で、LSJ シリーズの中では一番短いモデルになりますね。なかなかね、ライトショアジギングデビューで96とか10とかちょっと長めの竿、これねやっぱり飛距離はよく出ます。飛距離はよく出るんですけれども、振り切るのも難しくなるんですね。長いロッドになればなるほど。だからビギナーの人にはこの90っていう長さのものが非常に扱いやすいと思います。でリールの方が EMMS の3012、こちらも3000万ぐらいでいいと思います。で同じく弾丸ブレードの1号前後ですね。あんまりね、太いライン使うよりかはやっぱりねこの1号前後っていうラインがライトショアジギングにはぴったりの太さになります。で同じくリーダーが20ポンドから30ポンドで、ルアーの方がジグパラの TG っていうのはこれタングステンなんですね。タングステンの32で、もう少しね浅場をやるようなところだったら 24g でもいいと思います。タングステンはね非常にこれ飛距離が出ます。シルエットがコンパクトなんで、深いところ、潮の速いところでもボトムの着底が把握しやすいと、あとはもう最大の特徴はやっぱりコンパクトシルエットなので、擦れた時にでも、一口サイズでパクッと食える。TG はねもうしゃくるもよし巻いてよし万能ルアーです。だからどちらの釣りにも対応しますんで、しゃくる釣りと巻く釣りと両方で試してみてください。
この2本が今回のメインタックルです。スローも基本的にはボトム取りますね。着底 2,3 度しゃくってフォールで当たりを取ります。着底でラインをずっと送り込んでいくような感じで着底させると当たりも取りやすいし、着底の把握もしやすい。着底もしくはもうこうやってゆっくりしゃくる。魚に銃をしっかりと見せてやる。これもいろんな魚釣れますからね。速い動きに反応しない魚を狙う。それとあとはやっぱりただ巻き。スローはね、ジグパラシリーズの中で一番いい泳ぎします。もともとがねちょっとスプーンに近いような形の形状をしているので綺麗なウォーブリングしてくれるので、巻きでも使ってください。ボトム付近にいる魚に対してひらひらっとジグを上から落としてやって口を使わせる。魚の習性を利用した釣り方、それがショアスローですね。巻くだけ。思うかな。よう引いてる。トルクある。めっちゃトルクある。巻くだけがやっぱりしゃくったらあかんね。今日は効くね。マダイサイズやな。ショアマダイですね。なかなかショアからこのサイズね釣れないと思いますけれども、やっぱりね今日の肝、これはねリトリーブですね。しゃくったらねやっぱ反応しない。でもこの巻くだけのそのスイミングにはやっぱり反応しますね。で TG の動きには反応しないけれども、こっちのねスロー、このね扁平ボディで、ちょっとねスプーンに近いような形しているので、よりね大きなひらひらっとしたウォーブリングが生まれるので、なんとか技ありの一本で口を使わせたっていうような感じですね。でこれもね、ボトム取って巻き上げて、で中層でしたね。そういうねリトリーブの釣りでしかこれ釣れない魚です。ショアジギングね、代表的な魚としては青物もありますけれども、従来のねショアジギングとはちょっと違う、そういうねリトリーブ主体の巻きの釣り、そういう新しい世界観のねショアジギング、ぜひ体感してみてください。この巻くだけのショアジギングの場合、
ゴーンって当たってきた時にやっぱ弾いてしまうことが多いんですね。で通常のショアジギロットってやっぱりティップまで結構硬い。でそれは何でかっていうとジグをやっぱりキビキビと動かしたいから。でティップを柔らかくしてしまうとどうしてもティップがこうクッと入ってしまうんでジグにダイレクトにアクションが伝わらない。まあもちろんそのシャクル釣りなんでショアジギロットはそれが正解なんですけれども SRJ はティップがちょっと入る。これは巻くだけの釣りですね。ショアラバっていうのも巻くだけの釣りでもティップがある程度勝手に仕事してフッキングさせてしまう、そういった設計を施してます。だから今みたいにこのジグパラスローのねただ巻き、こういった釣りでもまあもう巻いてるだけで勝手にフッキングしてしまう。である程度こう重みが乗ってから合わせてやればいいんですけれども、基本的にはもう巻くだけで勝手にフッキングしちゃいます。だから本当に巻くだけのショアジギング、そして合わせもいらないショアジギング、それがこのジグパラスローでやる SRJ の釣りですね。シャクルーノに疲れてとにかく何かしらが釣りたい、そういったお土産確保の釣りにもおすすめですね。潮止まってる時はねリトリーブで、動き出したらジャークで。俺の中の二刀流が目を覚ましました。なんだこれ、急にベイトがざわ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 し始めた。ベイトが浮いてきたその時だったってありますよね、ドラマが。そんな甘くないですけどね。よっしゃー、よっしゃ、食ったー。ドルクあるね。タイかな。あー、パワーあるわ。今のもね、巻くだけやもんね。巻くだけで乗ってくる。やっぱりね、そういうティップってすごい大事よね。ショアジギロットやったら弾いてしまうような当たりでも乗せてしまう。やっぱり専用タックルだと取れる魚がいると。タイっぽいけどね。最後までナイスファイトやね。でっかいタイヤは確保。降ります。重い。出ました、大台。でっかい。
しゃくったら多分これ食わない。リトリーブでしかもウォーブリングするルアーだから食ってくるんですね。これはある意味衝撃ですよ。さすがにショアからのショアマダイでこのサイズは僕も初めてですね。バクだけのショアジギングやり始めてマダイ率非常に上がりました。でもこれはなかなか圧巻ですね。平場でもなかなかねこのサイズ出ないですからね。ショアからでこのサイズ釣れちゃうんでね、ぜひこれからが本番なので SRJ ショアラバショアスロー、これをぜひ楽しむしかないですよね。これ青物も嬉しいですけどね、マダイもやっぱり最高ですね。いやトランキーロあっせんなよが放送しました。こりゃおめでたい。今回私が使用しているのが弾丸ブレードという P ラインですね。これはですね、4本編みと8本編みと2タイプあります。結構ねカテゴリーも多くて、ライトゲームプラスエギングプラスで、これがね、割とベーシックなやつなんですけれども、このベーシックなグリーンのタイプ、そして、オフショアのジギングなんかでこれ水深がどれぐらいまで沈んでるかっていうのが分かるように色分けされてるんですけれども、そういうマルチカラーのタイプもあります。で一番細いもので 0.3 で太いもので3.5までありますんで、ショアの釣りだけじゃなくてねオフショアの釣りにも対応している、非常にリーズナブルでコストパフォーマンスの高いのがこの弾丸ブレードです。特にライトなショアジギングの場合は僕はこのだいたい P15 ぐらいを目安に使ってます。でもっと細くする時もありますし、もっと太くする時もあります。でそれはね状況によって、もう何も障害物がないような、砂浜の場合であれば、1号までのラインを使いますし、ちょっとね岩場がゴロゴロっと入っているとか消波ブロックの上から釣りをするとか、そういった場合だったらやっぱりもう少し太いラインを使います。リーズナブルな価格でのラインですので、いろんなところで試してみてください。さあ次はどんな赤い彗星が姿を現すのか。シャクル合わせの快感っていうのもあれはあれで楽しいですけれどもね、この巻きつつ乗せるショアジギング、ぐーんと乗る感覚ですね。それもね味わってみてください。間違いなくやみつきになるでしょう。新しい世界観のショアジギング、きっとあなたは虜になるはずです。ぜひオクパードな人もカンサードな人もぜひこの楽ちんショアジギングで楽しんでください。グラシアス。柴田式ショアジギング、これで男の根性を見せてやりますよ。ショアジギ感ゼロ。それで一体釣れるのか。その答えももちろんトランキーロです。よいしょ。気配がない。よし、ちょっと休憩。
ない。ちっこちっこいちっこいかしら。やっぱり赤い。TG はめちゃめちゃ飛ぶ。そして沈むのも速い。ここの水深がだいたいね35メートルですからね。普通だったら35メートルの水深だったらまあ50グラムぐらい、60グラムそのあたりが必要になってきますけれども、ジグパラの TG だったら32グラムで十分対応できますね。そこがやっぱりタングステンの魅力ですね。充実したショアジギングを送りたいあなたならこのジグパラ TG の 32g を選んでみるといいかと思うわよ。なんで 35g がないんでしょうね。じわーっとだけ右の方に流れていってるけどね、本当にじわーっとやね。いやこんなのはもう全然ダメやで。こんなんはもう全然話にならん。送った。話にならんって言った瞬間、あーこれもタイかな。でも頭叩かんね。中層やったね。中層で浮いてって食ったのはタイかな。重たい重たい。おちょっと叩き出した。タイかまだいいかな。ちょっと違う走り。強引にやるとね針が伸びるんでね、ある程度余裕を持たして浮かせにかかります。マハタ、あ違う大モンハタ、いいサイズ。タモはね必ずこうやって垂直に上げてくださいね。でっかいなこの大門。これはでけえわ。これはでかいわ。すごいねこれ。デカバスみたい。ロックフィッシュって根にべったりじゃないんですね。特に大門ハタ、マハタあたりは中層で食ってくることも多いです。でこれボトムの方からずっとおそらくね中層まで追っかけてきて食ってるんやと思うんですけれどもね、何度もしゃくってるんですよ。しゃくっててもやっぱ反応しない。でも巻きの釣り、これだとまたやっぱりスイッチ入るんでしょうね。これはランカークラス、さすがジグパラ TG いい仕事しますね。最後ねやっぱりちょっと根に入り込まりそうになりました。でそこをねなんとか耐えてくれたのがやっぱりクロスフォースのバットパワーですね。ぜひマダイも根魚もどんどん釣っちゃいましょう。
今ねこれ釣れた魚を吐きました。これねでね魚食性の強い根魚です。オオモンハタでキジハタなんかもそうなんですけれども、そういう魚食性の強いハタ類は、メタルジグに非常に反応がいいです。逆にねカニとかエビとかに、つきやすいロックフィッシュ、それが、ワームの方に分配が上がることが多いです。だからロックフィッシュもね十分こうやって、ショアジギングのターゲットになりますんで、ぜひねこの TG だとかスローだとかそういった釣りで魚食性の強いロックフィッシュ、これもターゲットにしてください。いやーお疲れ様でした。かなりカンサードでしたね。でもそんな時でもシャクってもね当たらないんですよ。でシャクルだけがショアジギングじゃない、このねシャクって当たらない時、こういう時一体何をするのか。こういう時こそトランキーロ、焦んなよ。シャクルだけじゃないんだよショアジギングは。そういった時は巻くでね、これただ巻くだけじゃなくてやっぱりリトリーブスピード、これが非常に重要です。リトリーブスピードはいろいろと試すっていうことがまず一つ。それとタックルが非常に大事です。これねやっぱり普通のショアジギロッドだったらねティップ硬すぎるんで、ただ巻くだけだったらゴーンって弾いちゃうことが多いです。それとやっぱりねルアーがねしっかりとこう泳いでくれるルアー、これがもう必需品になりますんで、TG ジグパラ TG とねジグパラスロー、この2つの組み合わせであればね、鉄壁の組み合わせだと思いますんで。では最後に僕からの一言格言、しゃくっても当たらなければ巻いてみろ。575でまとめました。ぜひね皆さんも今年はね巻くだけのショアジギング、これ本当に楽ですんで、実際よく釣れる、これをねぜひ実践してみてください。今はまだ半信半疑だと思います。でもやってみたらわかると思うよ。ぜひね皆さん巻くだけのショアジギングで楽しんでみてください。楽しかったけどな、やっぱりもっと青物を釣らせてくれよということで、この次はショアジギ道場 R は青物をね狙っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん次回も乞うご期待です。